ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。本日は、中高年に差し掛かる皆さんのための、特別健康プログラムをお届けします。最近、なんだか疲れが抜けないなとか、健康診断の封筒を開けるのが少し怖くなってきたなと感じることはありませんか？若い頃は徹夜をしても平気だったし、焼肉とラーメンをはしごしても胃もたれなんてしなかったのに、今ではすっかり体が正直になってしまいましたよね。でも、落ち込む必要はありません。今の自分の体を知り、ちょっとしたコツを生活に取り入れるだけで、私たちの体はしっかりと癒えてくれます。本日は、私たちがこれから直面するかもしれない様々な病気について、その初期症状や予防法、治療法、そして完治の確率まで、最新の医療情報をもとにわかりやすくお話ししていきます。さらに、気になる血糖値コントロールの秘訣や、どうしてもお腹が空いた時の夜食の選び方など、毎日の食生活にすぐに役立つ豆知識もたっぷりご用意しています。家事をしながら、あるいは通勤の電車の中で、どうぞリラックスして聞き流してくださいね。まずは、私たちがかかる可能性の高い、身近な病気について一つずつ見ていきましょう。トップバッターは、貧血です。貧血なんて、若い女性が朝礼で倒れるやつでしょ、と思っている中高年のお父さん、お母さん、実はそれが大きな落とし穴なんです。中高年になってからの貧血は、単なる鉄分不足や栄養不足ではない可能性が高いのです。特に男性や、閉経後の女性が貧血になった場合、一番に疑わなければならないのは、胃や腸といった消化器系からの出血です。胃潰瘍や大腸ポリープ、そして胃がんや大腸がんが隠れていて、そこからじわじわと血液が失われているサインかもしれないのです。初期症状としては、階段を上るだけで息切れがする、急に疲れやすくなった、顔色が青白い、爪が割れやすくなった、といった変化が現れます。最近年をとって体力が落ちたなと思って見過ごしてしまいがちですが、これが危険なんです。予防としては、普段から赤身肉や鶏肉、ほうれん草など鉄分豊富な食事をとることはもちろんですが、鉄分の吸収を助けるビタミン C を一緒に摂るのがおすすめです。そして何よりの予防、治療法は、定期的な血液検査と、異常があった場合の胃カメラ、大腸カメラによる精密検査です。もし癌が原因でなかった場合、例えば鉄欠乏性貧血であれば、鉄剤の服用などで比較的早く改善しますし、しっかりと治療すれば完治が見込めます。しかし、背後に重篤な病気が隠れていることもあるので、自己判断でサプリメントに頼るのではなく、まずは病院を受診してくださいね。続いては、健康診断の常連、高血圧です。日本人の20歳以上の約2人に1人が高血圧と言われている、まさに国民病ですね。高血圧の恐ろしいところは、別名、サイレントキラー、静かなる殺し屋と呼ばれるように、初期症状がほとんどないことです。診察室で測った血圧が上の数値で140、下の数値で90を超えると高血圧と診断されますが、家庭で測る場合はそれより少し厳しく、上が135、下が85を超えると注意が必要です。自覚症状がないまま、血管にずっと高い圧力がかかり続け、血管の壁が傷つき、硬くなっていく、動脈硬化が進行します。そしてある日突然、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる発作を引き起こすのです。日本人の高血圧の最大の原因は、ズバリ、塩分の摂りすぎです。予防の方法は、何と言っても減塩です。日本高血圧学会は、1日 6g 未満の塩分摂取を強く推奨しています。ラーメンのスープを最後まで飲み干すのが男のロマンだ、という方、その一杯で1日分の塩分、約 6g を摂ってしまっているかもしれませんよ。麺類の汁は残す。これだけで2から 3g の減塩になります。また、お醤油をドバドバ、かけるのではなく、小皿に出して、つける習慣に変えるだけでも大きな違いです。治療法としては、食事療法や1日30分程度、少し息が弾むくらいの有酸素運動を行います。それでも下がらない場合は、高圧薬を服用します。高血圧は、完治して完全に薬をやめられる人もいますが、基本的には一生付き合ってコントロールしていく病気と考えた方が良いでしょう。さて、お次も強敵、糖尿病です。糖尿病は、膵臓から出る、インスリンというホルモンの働きが悪くなり、血液中のブドウ糖、つまり血糖値が慢性的に高くなってしまう病気です。日本人の糖尿病の約 95% は、食べ過ぎや運動不足、肥満などが原因となる、2型糖尿病です。糖尿病の初期症状、皆さんはご存知ですか？やたらと喉が渇いて水をガブ飲みする、トイレに行く回数が増えた、食べているのに体重が減ってきた、疲れやすい、これらが代表的なサインです。血液の中に糖が溢れると、体は何とかしてそれを外に出そうとします。そのため、尿と一緒に糖を排出しようとして尿の量が増え、結果として体が水分不足になり、異常に喉が渇くのです。また、食べた糖がエネルギーとして細胞に取り込まれないため、体はエネルギー不足を感じて自分の脂肪や筋肉を分解し始めます。
だから、食べているのに痩せていくし、常にだるさを感じるわけです。最近ダイエットしてないのに痩せてきた、ラッキー、なんて喜んでいる場合じゃありませんよ。これを放置すると、糖尿病の三大合併症と呼ばれる、失明につながる、網膜症、人工透析が必要になる、腎症、そして足の切断にもつながる、神経障害を引き起こします。予防と治療の基本は、やはり食事と運動です。最近の薬物療法は非常に進歩していて、尿から糖を排出させる薬や、食欲を抑える薬など、様々な選択肢があります。また、腕に小さなセンサーを貼るだけで、スマートフォンで24時間血糖値の動きをチェックできる便利な機器も登場しています。糖尿病に関しても、感染症のように、薬を飲んで菌がいなくなったら完治というものではありません。しかし、食事や運動で適正な体重を維持し、血糖値を正常な状態に保って薬が不要になる、寛解という状態を目指すことは十分に可能です。そして、これらと密接に関わっているのが、脂質異常症、昔でいう高脂血症です。血液中の悪玉コレステロールや中性脂肪が多すぎたり、善玉コレステロールが少なすぎたりする状態ですね。これも自覚症状がありません。悪玉コレステロールが高くなる原因は、お肉の脂身やバター、生クリームなどの動物性脂肪の摂りすぎです。美味しいものには脂がある、悲しい現実ですね。一方、中性脂肪が高くなる原因は、ご飯やパン、麺類などの糖質や、お酒の摂りすぎです。脂っこいものは食べてないのに中性脂肪が高い、と怒っている方、毎晩のビールと締めのラーメンが犯人ですよ。予防と治療のためには、お肉の脂身を避けて青魚を食べるようにしましょう。サバやイワシなどの青魚には、悪玉コレステロールを減らす素晴らしい油が含まれています。あとは豆腐や納豆などの大豆製品、海藻やキノコなどの食物繊維をしっかり摂り、ウォーキングなどの有酸素運動を行うことです。これも、生活習慣の改善でお薬を手放せる、寛解の確率が非常に高い病気です。お酒の話が出たところで、痛風と高尿酸血症についても触れておきましょう。痛風という名前の通り、風が当たっただけでも激痛が走る恐ろしい病気です。血液中の尿酸値が 7.0mg/dl を超えると、高尿酸血症と診断されます。この状態が続くと、尿酸が結晶化して関節、特に足の親指の付け根などに溜まり、ある日突然、大炎上を起こして激痛をもたらします。患者さんのほとんどは、10代から50代の男性です。原因は、プリン体の摂りすぎと、肥満です。プリン体は、ビールはもちろん、レバーや白子、そしてアジやサンマの干物などに多く含まれています。仕事終わりの冷えたビールと焼き鳥のレバー、お酒好きにはたまらない組み合わせですが、尿酸値が高い方にとっては時限爆弾のようなものです。痛風の初期症状としては、発作が起きる前に足の指にピリピリ、ムズムズとした違和感を感じることがあります。発作が起きたら、まずは病院で痛みと炎症を抑える治療をします。しかし、痛みが引いたからといって治ったわけではありません。体の中の尿酸値を下げない限り、また必ず発作はやってきます。予防と治療には、プリン体の多い食事を控え、アルコール全般の量を減らすこと。ビールがダメなら焼酎ならいいだろ、と思うかもしれませんが、アルコールそのものに尿酸値を上げる働きがあるので、お酒の種類を問わず飲みすぎは禁物です。そして、尿路結石を防ぐためにも、お水をたくさん飲むことが大切です。高尿酸血症にも、完治の概念はなく、お薬と生活習慣の改善で尿酸値を正常に保つ、寛解を目指します。痛くなくなったからと勝手に薬をやめると、また痛い目に遭いますよ。さて、病気のお話の最後は、癌です。今や、日本人の2人に1人が一生のうちに一度は癌にかかる時代です。男性なら約 63%、女性なら約 51% の確率です。中高年になると、大腸がん、胃がん、肺がん、乳がん、前立腺がんなどにかかるリスクがぐっと上がります。癌の恐ろしいところは、初期症状がほとんどないことです。例えば大腸がんなら血便が出ることがありますが、ただの痔だろうと放置してしまう人が多いんです。胃がんなら胃の痛みや食欲不振、肺がんなら長引く咳などがありますが、症状が出た時にはすでに進行していることが少なくありません。しかし、ここで皆さんに絶対にお伝えしたい希望のデータがあります。癌は、不治の病ではありません。早期発見、つまりステージ I の段階で見つけることができれば、完治の確率は劇的に高いのです。例えば、5年生存率というデータで見ると、ステージ I の大腸がんは約 95%、胃がんも約 94%、女性の乳がんに至っては 99% 以上という非常に高い確率で命が助かります。だからこそ、がん検診が何よりも大切なのです。厚生労働省も、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つについては、科学的に死亡率を下げる効果が証明されているとして、定期的な検診を強く推奨しています。
胃がん検診は50歳以上で2年に1回、大腸がん検診は40歳以上で毎年、肺がん検診も40歳以上で毎年、乳がん検診は40歳以上の女性が2年に1回です。忙しいから、健康に自信があるから、見つかるのが怖いから、と検診を避けている方、その数時間の投資が、あなたのこれからの数十年を救うかもしれません。予防としては、禁煙、摂取、バランスの取れた食生活、適度な運動、そして適正体重の維持です。これら5つの健康習慣を実践するだけで、癌になるリスクを大きく下げることができます。さあ、ここからは話題を変えて、日々の食事について深く釣りしていきましょう。先ほど糖尿病や高血圧のお話でも出ましたが、健康の鍵を握るのは、血糖値のコントロールです。なぜそんなに血糖値を上げてはいけないのと疑問に思う方もいるでしょう。実は、食事をして血糖値が急激に跳ね上がり、その後インスリンが慌てて分泌されて急激に下がる現象を、血糖値スパイクと呼びます。この、ジェットコースターのように乱高下する血糖値が、非常に厄介なのです。血糖値が急上昇すると、体の中で、酸化ストレスというものが発生し、これが血管の内側をヤスリで削るように傷つけてしまいます。傷ついた血管は徐々に硬くなり、動脈硬化を加速させます。さらに、上がった血糖値を下げようと膵臓から大量のインスリンがドバーッと分泌されるのですが、このインスリンには、余った糖を脂肪に変えて体に溜め込むというありがたくない働きがあります。つまり、血糖値が急上昇する食べ方をすると、太りやすくなるということです。そして、大量のインスリンによって血糖値が急降下すると、今度は脳がエネルギー不足を感じて、食後に強烈な眠気やだるさ、集中力の低下を引き起こします。お昼ご飯にカツ丼とうどんのセットを食べた後、午後の会議で白目を向いて意識を失いそうになった経験、ありますよね。あれはまさに、あなたの中で血糖値スパイクが起きている証拠なのです。では、どうすれば血糖値を急上昇させずに済むのでしょうか。ポイントは、何を、どんな順番で、どうやって食べるかです。まず知っておきたい豆知識が、GI 値、グリセミックインデックスという言葉です。これは、その食べ物がどれくらい血糖値を上げやすいかを示す数値です。GI 値が高いのは、白米、食パン、うどん、じゃがいも、そして砂糖たっぷりのお菓子など、白くて甘いものです。逆に GI 値が低く、血糖値が緩やかに上がるのは、玄米、全粒粉パン、そば、オートミール、葉物野菜、キノコなど、茶色くて食物繊維が多いものです。毎日の主食を、白米から玄米や麦ご飯に、食パンから全粒粉パンに変えるだけで、見違えるように血糖値は安定します。お米は白い悪魔ではありませんが、付き合い方には工夫が必要です。次に、食べる順番です。これが本当に重要です。同じメニューを食べても、順番を変えるだけで血糖値の上がり方は全く違います。ルールは簡単。野菜が先、炭水化物は一番最後です。まず、サラダや海藻、キノコなど食物繊維の多い、副菜から食べ始めます。食物繊維が胃や腸の壁にバリアを張り、後から入ってくる糖の吸収を遅らせてくれます。ある実験では、キャベツとレタスを合計 250g 先に食べた場合、血糖値の急上昇を見事に抑えることができたそうです。次に、肉や魚、卵などのタンパク質を含む主菜を食べます。タンパク質や脂質も消化に時間がかかるため、胃の働きを緩やかにしてくれます。そして最後、食事を始めてから10分以上経った頃に、ご飯やパンなどの主食である炭水化物を食べます。定食屋さんに行って、真っ先にご飯とおしんこを書き込むのは、今日から卒業しましょう。また、サラダにかけるドレッシングにも一工夫。お酢とオリーブオイルを組み合わせたドレッシングは、胃の動きを遅くして血糖値の上昇を強力に抑えてくれるという実験結果もあります。さらに、食べ方についての豆知識をいくつかご紹介しましょう。早食いは絶対 NG です。噛まずに飲み込むと、糖が一気に腸に到達して吸収されてしまいます。一口を小さくし、よく噛んで、20分以上かけてゆっくり食事を楽しむ、20分ルールを心がけてください。それから、実は、液体の糖が一番危険です。果汁 100% のジュースや、甘い缶コーヒー、スポーツドリンクなどは、噛むプロセスをすっ飛ばして胃を通り抜け、直接小腸に流れ込むため、血糖値が爆上がりします。リンゴをそのまま食べるのは良くても、リンゴジュースにすると急上昇するんです。飲み物は、水やお茶などの無糖のものを選ぶのが鉄則です。また、ご飯の食べ方として、お茶漬けにしてサラサラと流し込むのも、噛まない上に水分で一気に胃を通過するので、血糖値スパイクの大きな原因になります。ふりかけをかけてよく噛んで食べる方が、体にはずっと優しいんです。そして、秋の味覚、さつまいも。甘くて美味しいですが、血糖値が気になりますよね。でんぷんが冷めると、レジスタントスターチという、消化されにくい食物繊維のような成分に変化するためです。
熱々の焼き芋よりも、少し冷ました、冷やし焼き芋にしたり、温かいご飯よりも、冷やご飯のおにぎりや、ポテトサラダにする方が、血糖値対策には有効なんですよ。ちょっと驚きですよね。食事の後は、ゴロンと横になってテレビを見たくなりますが、そこをぐっとこらえてください。食後15分から30分以内に、10分程度でいいので軽く歩いたり、その場で足踏みしたり、食器洗いや部屋の片付けをするだけでも構いません。食べた糖が血液に入るタイミングで筋肉を動かすと、筋肉がその糖をエネルギーとして消費してくれるため、食後の血糖値のピークをすっと下げることができるのです。スクワットなんてできれば最高ですね。さて、ここで皆さんが気になっているであろう、夜食についてお話ししましょう。残業で帰りが遅くなって、どうしても夜中にお腹が空いてしまう。テレビを見ていたら、無性に何か食べたくなってしまった。そんな経験、ありますよね。でも、夜遅い時間の食事は、私たちの体にとって非常にリスキーなんです。夜22時以降に食事をすると、血糖値のピークがちょうど就寝するタイミングと重なってしまいます。寝ている間、私たちの筋肉はリラックスして脱力しているため、血液中の糖分をエネルギーとして使ってくれません。使われなかった糖分はどうなるかというと、インスリンの働きによって、そっくりそのまま、脂肪として体に蓄えられてしまうのです。さらに、夜間はインスリンの効き自体も悪くなるため、血糖値が下がりにくく、翌朝まで高血糖の状態を引きずってしまうこともあります。では、どうしても夜遅くにご飯を食べなければならないときはどうすればいいのでしょうか。答えは、分食です。夕食の時間が20時や21時を過ぎてしまいそうなときは、夕方、まだ仕事をしている時間帯に、おにぎり1個や全粒粉パンなどの炭水化物、主食だけを先に食べてしまうのです。これが主食の前借りです。そして、夜遅く家に帰ってからは、ご飯や麺類などの炭水化物は食べず、野菜スープやお豆腐、温野菜、お刺身など、野菜とタンパク質中心の軽いおかずだけを食べます。このように食事を分けることで、夜間の血糖値スパイクを見事に防ぐことができます。いやいや、夕飯はちゃんと食べたんだけど、寝る前にどうしても小腹が空いちゃったんだよ、という場合はどうでしょう。寝る直前の飲食は原則として避けるべきですが、どうしても我慢できないときは、選ぶ食材が鍵になります。絶対に避けてほしいのは、ラーメン、お茶漬け、スナック菓子、甘いアイスクリームなどの糖質です。夜食として適しているのは、糖質が少なく、タンパク質や食物繊維が含まれているものです。例えば、無糖のヨーグルト、一握りの無塩ナッツ、ゆで卵、あるいは温かいお豆腐や具沢山の味噌汁などがおすすめです。これらは血糖値を急上昇させず、胃腸への負担も比較的軽いため、睡眠の質を大きく落とすことなく空腹を満たしてくれます。もちろん、食べる量は、ほんの少しに留めてくださいね。さて、番組の後半は、食事以外の日常生活で気をつけなければならない内容についてお話しします。中高年の健康を脅かすのは、何も内臓の病気だけではありません。意外と見落としがちなのが、お口の健康と筋肉の衰えです。まずは、お口の健康特に、歯周病についてです。毎日歯磨きしてるのに、最近歯茎から血が出るな、という50代の皆さん、要注意です。50代は、仕事の重責、親の介護、そして更年期によるホルモンバランスの変化という様々なストレスにさらされる時期です。この過度なストレスと睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になりっぱなしになります。すると何が起きるか。唾液は、口の中の細菌を洗い流し、殺菌してくれる、天然の抗菌薬です。これが減って口が乾燥、ドライマウス、すると、歯周病菌が爆発的に繁殖してしまいます。さらに、ストレスが溜まると、寝ている間に無意識のうちにものすごい力で、歯ぎしりや食いしばりをしてしまいます。体重の何倍もの力が歯にかかり、歯を支えている骨を物理的に破壊してしまうのです。朝起きると顎が疲れているという方は、すぐに歯医者さんに行って、寝る時用のマウスピース、ナイトガードを作ってもらってください。そして、歯周病は口の中だけの問題ではありません。歯周病菌が血管に入り込むと、全身に炎症を引き起こし、糖尿病を悪化させたり、動脈硬化を進めて心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めたりすることが分かっています。眠りの質を高めるためにも、寝る前の丁寧な歯磨きと、デンタルフロスや歯間ブラシの習慣は絶対に欠かせません。耳の下や顎の下を優しくマッサージして、唾液を出やすくするのもおすすめですよ。最後に、筋肉の衰えについてお話しします。最近、階段を上るのがしんどい、ペットボトルの蓋が開けにくい、歩くスピードが遅くなったと感じていませんか？それは、サルコペニアのサインかもしれません。サルコペニアとは、加齢に伴って筋肉の量と筋力が低下していく状態のことです。筋肉が減ると、転倒して骨折するリスクが高まり、それが原因で寝たきりや要介護状態になってしまうことも少なくありません。また、
筋肉は体の中で一番、糖を消費してくれる臓器です。筋肉が減るということは、それだけ糖尿病になりやすくなるということでもあります。サルコペニアを防ぐには、筋肉の量だけでなく、筋肉の質を高めることが重要です。若い頃と同じような食事や運動では、筋肉はどんどん衰えていきます。予防のためのキーワードは、タンパク質と筋トレです。毎日の食事で、お肉、お魚、卵、大豆製品、乳製品などのタンパク質をしっかりと意識して摂りましょう。1日に必要なタンパク質は、体重1キロあたり 1.2 から 1.5 グラムと言われています。体重60キロの方なら、およそ72から90グラムです。毎食、手のひらサイズのお肉やお魚、お豆腐などを食べるイメージですね。そして、有酸素運動のウォーキングに加えて、下半身の大きな筋肉を鍛える、スクワットや、椅子を使った、立ち座り運動などの軽い筋力トレーニングを日常に取り入れてください。筋肉は、何歳からでも鍛えれば必ず依えてくれます。もう歳だからと諦めず、テレビを見ながらスクワットから始めてみませんか。ご自身のふくらはぎの一番太い部分を、両手の親指と人差し指で作った、輪っかで囲んでみてください。もし、ふくらはぎが細くて指の輪っかとふくらはぎの間に、隙間ができてしまうようなら、筋肉量が減っている証拠、サルコペニアの危険信号です。今日からすぐに対策を始めましょう。さて、長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。中高年期の健康管理は、何か一つの病気だけを気にするのではなく、食事、睡眠、運動、そしてお口のケアまで、全体をバランスよく整えていくことが大切です。血糖値を乱高下させない賢い食べ方を身につけ、夜遅い時間の食事には気を配り、定期的な健康診断やがん検診で体の SOS を早めにキャッチする。ストレスを上手に発散してよく眠り、少しでも筋肉を動かす習慣をつける。これらを少しずつ、無理のない範囲で日常に取り入れていくことで、私たちの健康寿命は確実に伸ばすことができます。いきなり完璧を目指す必要はありません。今日はラーメンの汁を残せたぞ、ご飯の前にサラダを食べたぞ、夜食をカップ麺からヨーグルトに変えたぞ。そんな小さな成功体験の積み重ねが、5年後、10年後のあなたを笑顔にしてくれるはずです。明日からも、美味しく食べて、よく笑い、元気に過ごしていきましょう。それでは、本日の健康プログラムはこの辺で。お相手は私でした。またお耳にかかりましょう。